こんにちは、のかはるです。今日は一人暮らしの私のキッチンツアーをしたいと思います。キッチンにいる時間が長いので気分が上がるように DIY などで自分好みの見た目にしていたり、狭い中でも少しでも快適に使えるように工夫したりしているので、そのあたりをご紹介できたらと思います。器が好きなのと、私自身陶芸教室に通っていて自分でも器を作るので、一人暮らしの割には器が多めです。飾る収納としまう収納の両方でたくさんの器たちをしまっています。まずはレンジフード周りからご紹介します。100均のマグネットフックをつけてキッチンツール系をかけています。ナチュラルキッチンでひまわりの形のフックを見つけて一目惚れしたので、この面はマグネットフックにさらにひまわりのフックをつけています。見た目のためにという面が大きいですが、カーブが緩やかなのでこういうお玉もかけられて結構便利です。これは白のたわし、土鍋を洗う時に使っています。木のお玉、可愛くてお気に入りです。これはシルバーのプレートトングでスウェーデンのヴィンテージのものです。使用頻度が高いわけではないのですが、可愛いから目立つここに置いています。それ以外はかけているものはよく使うものです。これは鶏の鍋つかみで自分で作ったものなんですけど、この形は結構使いやすいです。レンジフードの上にはおひつにもなる蓋付きの器、海苔、レシピカードを置いています。このレシピカード入れは iPhone の箱をアレンジしたもので、過去の動画で作る様子を撮っています。油跳ね防止用のレンジガードです。油を使う料理の時にはお鍋の周りを囲っています。うちにはないですが、食洗機にもかけられるものです。これはオイルポットとして使っています。奥には菜箸やお箸、すりこぎ、しゃもじを入れています。壁につけているのは100均で買ったクマのスポンジです。ビアレッティを洗うように使っています。セリアで買った浮かせるスポンジホルダーでつけています。これは鉄製の五徳で小さいものをコンロに乗せるときに使っています。こんな感じです。この真鍮色の台はナチュラルキッチンで買ったものなんですけど、鍋の蓋を乾かしたり料理中に置くときにも活用しています。ここは DIY で飾り棚っぽいものを作りました。ディアウォールという板を突っ張れる DIY 用の商品を使っています。柱は 2x4 の木材で3本突っ張っています。一応東京消防庁のホームページを見て、火元から何センチ離した方がいいかなどを確認してから DIY しました。ここはお気に入りのものを並べているので、地震対策として細い木材を手前に貼り付けています。これは魚の計量スプーンで、このフックとスプーン5種がセットになっているものを買いました。ディアウォールで立てた柱に付属のネジでつけています。手を拭くタオルは100均で買った剥がせるフックを壁につけて引っ掛けています。このタオルは吸水性が良くて使いやすいです。側面にはネジフックをつけて茶こし、ピーラー、ピンセットをかけています。下には100均のアイアンバーをつけてたわしをかけてます。左上の鳥3つは陶芸教室で自分で作ったもので、この子は毎日使う木のスプーンを入れてます。この2つはタレとかを作るときに使う片口付きの器として使ってます。今はお花を飾ってます。これは木の七味入れ。この穴から七味が出てきます。これはスパイスミルでカルダモンとかをすりつぶすときに使うんですが、今はちょっと可愛いフォークとスプーンの置き場所になってます。ニトリのキャニスターにお砂糖と小麦粉を入れてます。
これは藤井正代さんのミルクパンで、取っ手部分が桜の枝が使われていてとっても素敵です。これが使いたくて、部屋探しの時の条件はコンロが必須でした。木の蓋は自分で掘って紅茶で染めたものです。これは塩を入れてます。自分で陶芸で作ったもので、ちょっとクリスマスっぽい柄ですが、年中使ってます。ビアレッティ、美味しいコーヒーを入れられます。この缶にコーヒー豆を入れてます。北海道の木彫りの熊のハンガー掛けにエプロンをかけてます。このリネンのエプロンは可愛くてお気に入りなんですけど、首が少し凝ってしまうので、良いのがあったら新しく何か買おうかなと思ってます。コンロの左のスペースには冷蔵庫、その上に電子レンジを乗せています。電子レンジの上のカゴに果物とパンを入れてます。その左側に無印のパイン材ユニットシェルフを置いてます。このシェルフはちょっとぐらつきやすいので、地震対策で天井の高さに合わせてぴったりサイズの箱を作って置いてます。上下に滑り止めシートを挟んでます。左上にはトレイを置いていて、これはブックエンドで立てています。三木達也さんのチェリーの木のお皿。ワンプレートとしても使えるし、私はトレイとしてよく使ってます。小さめの盆は古道具屋さんで購入したもの。このカゴには布類や茶葉、ナッツを入れてます。この段にも茶葉系を置いてます。これは信州の民芸品で鳩の砂糖壺です。私はここにローズヒップティーの茶葉を入れてます。尻尾がスプーンになっていてキュートです。これは熊本で買った茶葉。くまモンの缶が可愛いです。マリアージュの缶には今は別の紅茶を入れてます。この段にはお皿を見せる収納として飾っています。100均の木製のお皿立てで立ててます。貼って剥がせる両面テープで棚板にくっつけてます。この鳥の平皿は自分で作ったもの。これはふもと釜のお皿。一鎮模様が可愛いです。菅原のガラスの鳥のお皿で涼しげなので特に夏に活躍します。葉っぱのお皿は和菓子を食べる時とかによく使います。これも自分で作ったもので、実家の庭の草花を押し付けて模様にしてます。焼く時に割れてしまったので金継ぎしました。色違いもあります。これは古道具屋さんで買ったヴィンテージの置き時計。この段はオーブントースターを置いているんですけど、無印のこのシェルフは本当は電子レンジとかオーブントースターとか熱くなるものは置いてはいけないって書いてあったんです。棚板が耐熱じゃないから熱で反ったり割れたりしてしまうからだと思います。DIY で棚板の上に木で枠を作って、その中に耐熱性の高いタイルを貼って水埋めしました。上側には100均の耐熱シートみたいなものを画鋲で貼ってます。自己責任でオーブントースターは設置してます。ここは輪ゴム類を入れてます。黒い箱にはハサミやカッターを入れてます。この段はまだ仮置きで、もう少しディスプレイを考えたいと思っているところです。高須彩子さんの熊のお皿。可愛すぎますね。これは私の最新作。バターケースとして作ったんですけど、冷蔵庫にこれを入れるスペースはなかったのと、なんかちょっと冷蔵庫の中に入れちゃうのがもったいなくなってきたので、用途は考え中です。模様は樋口由美子さんの刺繍のデザインを参考にしました。一番下はゴミ箱とストック用のペットボトルの水を置いてます。シンクの右側、玄関スペースにも少しキッチン用品を置いてます。DIY ってほどじゃないんですけど、棚を作りました。右奥には水筒を置いてます。長くなってきたので器の紹介は省略しますね。古道具の糸巻きと自分で作った陶芸の台みたいなやつで棚板を支えています。まな板もここに置いています。洗った直後はシンクのところに置いているんですけど、洗い物をした時に泡が飛び散ってしまうので、乾いたらこっちに移動してます。
丸い形は作業スペースが広くて使いやすいです。カッティングボードも好きでたくさんあって、壁にもかけてます。あと部屋の方にもディスプレイしてます。この2つは北欧暮らしの道具店のオリジナルのカッティングボードで、使うときは軽く洗ってから使うようにしてます。セリアのアイアンバーを画鋲で壁につけて、布巾や手袋などをかけてます。この画鋲は忍者ピンって言って、あまり穴が目立たない画鋲です。セリアの洗顔用リストバンドを使って、長袖が下がってこないようにして手袋をして洗い物をしてます。紙袋も壁にかけてて、ここには洗った牛乳パックやお肉のトレーなどを入れてます。コンロ下の収納はフライパンと調味料、油を置いてます。フライパンは書類ケースで立ててます。テフロンのフライパンはティファールのもので、この鉄のフライパンはアイスアイロンシングスのものです。ホットサンドプレスも同じところのもの。こんな感じで使ってとっても美味しいホットサンドを作れます。ちょっと工夫しているところがあって、ダイソーの丸いところにも突っ張れる棒みたいなものがあって、それを2本突っ張ってます。フライパンの蓋のこのへこみを突っ張り棒に引っ掛けたり、調味料がずれないように位置を固定するためにつけてます。炭鉢の調湿木炭は水回りの至るところに置いてます。繰り返し長く使えるので便利です。ストーブの鍋は無水調理とスープを作るときによく使います。蓋も熱くなるので、鶏の鍋つかみをセットでよく使います。縁が傷つかないように収納するときは買った時についていた白いやつをはめて蓋をしてます。シンク下の収納にもこの突っ張り棒をつけてます。これでサランラップを立てたり、カッティングボードを立てたりしてます。空き瓶にスプーンとかを入れてます。生ゴミ用の袋、排水口ネット、ボール類、これはハリオのガラスのボール、ジップロックなどの保存袋、包丁は備え付けの包丁入れに収納してます。ビクトリノックスのナイフはよく切れるし、小回りが効いて使いやすいです。これは釜浅商店で買った包丁で、ダマスカス模様が素敵です。収納を増やすために普通の突っ張り棒を2本突っ張ってパスタを茹でるレンチン用の容器とかを置いてます。あの段は乾物系、調味料のストック、ブレンダー、スライサー、計量器を置いてます。計量器はブックエンドで立ててます。ここは鍋類、ブンブンチョッパー、ウェッグの保存容器、ご飯を冷凍するパック、バットを置いてます。ここには調味料を入れてます。上には空き瓶と保存容器系、パスタを置いてます。下はよく使う食器類を置いてます。こっちはコップ系で、上が陶器のコップ、下にはガラス物を収納してます。壁に祖母が作った鎌倉彫りのお盆を飾ってます。キッチンの作業スペースがかなり狭めなので、料理をするときはキッチンワゴンを作業場の近くに移動します。このキッチンワゴンはクリーマで買ったんですけど、セミオーダーして天板の部分にタイルを埋められるスペースを空けてもらいました。タイルは陶芸で自分で作ったものです。熱いものを置いても大丈夫なようにタイルトップのワゴンにアレンジしました。色味が合うように目地埋めをするときに茶色の着色剤を使いました。遠くから見るとこんな感じで、うねうねしたデザインがお気に入りです。1段目には米びつと土鍋を置いてます。霧でできた米びつです。なので調湿性に優れてます。
このへこみの部分が縁にかけられます。唐辛子を入れて虫対策をしてます。土鍋は鳥取旅行に行った時に一目惚れして買った祝い釜のものです。紙袋に玉ねぎとかじゃがいもとかを入れてます。これは栗の皮で、またお洋服を染めたいなと思って取ってます。キッチンペーパーのストックとサランラップ系のストックもここに入れてます。これはアンティークのシチューポットで乾燥させたみかんの皮を入れてます。お掃除する時とかに使います。部屋にあるウォールキャビネットにも少し器を置いてます。このシェルフにも器を収納してます。これは鍋敷きで伸縮して使いたいサイズで使えます。可愛いので使わないときは壁にかけてます。長くなってしまいましたが、私のキッチンツアーはこれで終わりです。何か質問やリクエストがあればコメントしていただけると嬉しいです。この動画を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご覧いただきありがとうございました。のかはるでした。